皆さんこんにちは。初めてこのチャンネルをご覧の方ははじめまして。私はマグロの寿司の田中です。このチャンネルでは日本語を学んでいる方向けの動画をお届けしています。この動画を開いてくださった方はきっと日本語に興味がある、これから日本語を勉強してみたいと考えていると思います。でも、いざ勉強を始めようとすると、何から勉強すればいいのかわからない。教材はどれを使えばいいんだろうと悩んでしまい、なかなか前に進めない方も多いのではないでしょうか。そんな方のために、この動画では日本語をゼロから始めるためのロードマップをご紹介します。これは日本語を勉強するステップを大きく3つに分けたロードマップで、それぞれのステップでおすすめの勉強法や教材を紹介します。また、それぞれのステップに合ったこのチャンネルの関連動画も紹介します。たくさん動画があってどれから見たらいいか迷っている方はぜひ参考にしてくださいね。この動画を見れば日本語学習の流れがわかり、スムーズに勉強を始められるはずです。すでに日本語を勉強している方も新しい勉強法や役立つ教材を見つけられると思うので、ぜひ最後までご覧ください。また、この動画では最初から最後まで日本語で話します。聞いて理解できなくてももちろん大丈夫です。まだ日本語を聞き慣れていない方にとって日本語の発音やリズムを感じてもらえると嬉しいです。字幕をオンにして楽しんでくださいね。日本語を勉強しようと決めたら、まず最初に文字を覚えることから始めましょう。日本語には3種類の文字があります。ひらがな、カタカナ、漢字です。ひらがなは日本語の基本的な文字で、一つの文字に一つの発音があります。全部で46文字です。カタカナはひらがなと形が少し似ていますが、主に外国の言葉を書くときに使われます。発音はひらがなと同じです。漢字はひらがなやカタカナと違い、一つ一つに意味を持つ文字です。漢字の数はものすごくたくさんあります。日本人でもすべての漢字を知っているわけではありません。なので全部覚える必要はありません。まずはひらがなとカタカナをマスターしてから日常でよく使う漢字を少しずつ覚えていきましょう。というわけで、まずはひらがなとカタカナを覚えましょう。最初にひらがなを覚えて、それがマスターできたらカタカナを覚えるという順番がおすすめです。ネットで検索すると、ひらがな、カタカナの表がたくさん見つかります。発音を確認できるサイトもありますので、概要欄にリンクを貼っておきますね。このような表はノートや部屋の壁に貼るといつでも確認できて便利です。ひらがな、カタカナを一通り勉強したら簡単な単語を書いたり読んだりしてみましょう。このチャンネルにはフラッシュカードの動画もあるので覚えたかどうかテストしてみてください。ひらがなやカタカナの形は一つ一つユニークで覚えるのに時間がかかることが普通です。何ヶ月もかかる場合もありますが、焦らずじっくり取り組みましょう。日本語の文字を覚えるときに大事なのは書くことです。日本の子供たちも何度も書いて練習することで文字を覚えていきます。特に
書き順を意識して練習しましょう。同じ順番で何度も書くことで自然と体が覚えていきます。表を見るだけでなく、実際に手を動かして練習することが大切です。ひらがなとカタカナをしっかり覚えることで、日本語学習の土台が出来上がります。頑張ってくださいね。ひらがな、カタカナを覚えたら、次は教科書を使って簡単な文法を学びましょう。初級者向けの教科書で特に有名なのは、元気とみんなの日本語です。元気は英語で解説が書かれているので、独学の方に向いています。みんなの日本語は文法をしっかり学べる教科書で、日本語学校でよく使われています。教科書は友達のおすすめを聞いたり、本屋で実際に本を見たりして選ぶといいですね。教科書を使って文法を学びながら簡単な文を作れるようになりましょう。例えば、私は田中です。これはペンです。のような文です。同時に漢字の勉強も少しずつ始めましょう。前にもお話しした通り、漢字は数が多いので、すべてを覚える必要はありません。日常でよく使う漢字から少しずつ覚えていくのがポイントです。教科書に出てくる漢字を参考にしながら、基本的なものから始めるといいですね。このチャンネルには、漢字キャンプという漢字初心者向けの動画シリーズがあります。このシリーズでは、80個の漢字を14本の動画で少しずつ学べます。この80個は、日本の小学校1年生が1年間で習う漢字の中でも最も基本的なものです。漢字の勉強を始める方は、ぜひ漢字キャンプの動画をチェックしてみてください。教科書を使って勉強するとき、ぜひしてほしいことがあります。それは、最初に目次をしっかりと読むことです。目次を読み飛ばしている人も多いかもしれませんが、目次にはこれからどんな順番で何を学ぶのかが書かれています。最初だけでなく、教科書を読み始めてからも自分が教科書全体のどの部分を学んでいるのかを意識するために、時々目次を見返してください。そうすると、文法が頭の中で整理されて覚えやすくなると思いますよ。文法と初級レベルの漢字を一通り学んだら、次は自分の日本語学習の目的に合わせて勉強を進めましょう。例えば、日常会話ができるようになりたい方の場合、漢字をたくさん覚えるよりも、実用的な会話フレーズを優先して学ぶのがおすすめです。逆に日本語の資格を取りたい方の場合は、会話よりも試験勉強を通して文法や漢字をしっかり学ぶ必要があります。ここでは目的別の具体的な勉強法をいくつかご紹介します。アニメやドラマを字幕なしで見られるようになりたい方の場合、自分の好きなアニメやドラマを教材として活用しましょう。アニメやドラマで勉強なんてできるの？と思う方もいるかもしれませんが、好きなものや興味のあるもので学ぶのが一番上達につながります。具体的な勉強法はこちらの動画を参考にしてください。日常会話ができるようになりたい方の場合、会話に使える実用的なフレーズを覚えて実際に使ってみましょう。このチャンネルの動画では便利なフレーズを集めた動画、会話のロールプレイの動画がおすすめです。
フレーズを暗記しつつ、その中で使われている漢字や文法も合わせて勉強しましょう。そして日本語で会話する機会があれば、どんどん覚えたフレーズを使ってみてください。最近出版した本、Handy Japanese Conversations も会話の勉強にぴったりです。今日からすぐに使える会話フレーズが4コマ漫画で学べます。日本の文化や生活に関する面白いコラムもたくさん載せているので、よかったらチェックしてください。日本で留学、就職したい方の場合、日本での留学や就職には JLPT という試験への合格が条件であることが多いです。ですので、試験勉強を通して日本語を学ぶのがいいでしょう。JLPT のレベルには N5 から N1 まであります。N5 が一番簡単なレベル、N1 が一番難しいレベルです。自分に合ったレベルを知るには過去問題集を見たり、実際の問題に挑戦してみるのがおすすめです。以上、日本語をゼロから始める3つのステップを紹介しました。一つ大事なことを言い忘れていました。それは、どのステップでも毎日日本語に触れるということがとても大切だということです。例えば、1週間のうち土曜日だけ勉強して、残りの日は一切日本語に触れないではなく、少しでもできるだけ毎日日本語を聞いたり読んだりしてみてください。ここでは日頃のリスニングとリーディングの練習で使える教材や動画を紹介しますね。日本語の発音、リズム、抑揚は皆さんの話す言語と大きく違うはずです。初心者のうちからできるだけたくさん日本語を聞いて、日本語の音に慣れるようにしましょう。最初は全く理解できなくても、続けているうちに少しずつ聞き取れる言葉が増えていきます。聞くものはご自身の好きなポッドキャスト、YouTube 動画、アニメ、ドラマ、何でもいいです。日本語の音に慣れることが目的なので、最初は内容を聞いて理解できなくても全く問題ありません。このチャンネルには田中ラジオというリスニング練習用のシリーズがあります。中級から上級者向けですが、英語字幕がついているので、初心者の方でも内容を理解しながら楽しむことができます。Spotify などのポッドキャストでも聞くことができるので、朝の準備をしている時や通勤・通学中、寝る前などにぜひ聞いてみてください。日本語の読み物を読めるサイトはいろいろあります。概要欄にリンクを載せておくので、自分に合ったものを見つけてください。このチャンネルの動画の中では、エッグさんの日記というショートストーリーが初心者の方にはおすすめです。トランスクリプトの PDF もそれぞれの動画の概要欄から無料でダウンロードできます。10分でも5分でもいいので、毎日日本語を聞いたり読んだりする習慣をつけましょう。ここで日本語学習者の皆さんからよくあるお悩みや質問にお答えします。教科書は絶対買った方がいいの？文法の基礎をしっかり学ぶためには、教科書を一冊持っておくと便利です。ネット上には無料の教材もありますが、断片的な情報が多く、体系的に文法を理解するには限界があります。でも、最初からいろいろな本を買う必要はありません。初級レベルの教科書を一冊選べば十分です。最初はどの教材が自分に合っているかわからない場合も、
勉強を進めるうちに自分の好みや学びやすいスタイルが見えてくるはずです。その時に自分に合った教材を追加で買うといいと思います。忙しくて日本語を勉強する時間がない。学校や仕事で忙しくて日本語の勉強をまとめてする時間がなかなか取れない人も多いと思います。そんな方は隙間時間を活用するのがおすすめです。隙間時間とは何かと何かの間の短い時間のことです。例えば、通学中の10分のバスの中で日本語のポッドキャストを聞く。寝る前の15分だけ日本語の読み物を一つ読むといった感じです。隙間時間の活用について詳しくはこちらの動画で紹介しているので、よかったら参考にしてください。日本語を勉強する相手がいない。一人で勉強するのって大変ですよね。もし近くに日本語教室があったり、日本人の友達がいれば理想的ですが、そうでない場合はオンラインを活用するのがおすすめです。日本語をマンツーマンで習いたい方は、オンライン学習サイトで先生を見つけて指導を受けることができます。また、一緒に日本語を勉強する仲間が欲しい方は、SNS で同じ興味を持つ人とつながったり、Discord などで日本語学習者のオンラインコミュニティを探してみるのもいいと思います。私は日本語学習者の方のためのオンラインコミュニティ、田中クラブを運営しています。ここでは毎週自習イベントを開いたり、ジャーナリングチャレンジをしたりしています。モチベーションを保ちながら他の学習者と一緒に日本語を勉強できる場所ですので、もし気になる方は概要欄からチェックしてください。いかがでしたか？この動画が日本語の勉強を始める最初の一歩になれば嬉しいです。今回紹介した教材や動画のリンクはすべてこの動画の概要欄に貼ってあります。また、皆さんのおすすめの教材や勉強法があれば、他の日本語学習者の皆さんのためにコメント欄でシェアしていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、今回の動画で紹介したように、日本語学習に関する動画をたくさんアップしています。まだチャンネル登録をしていない方は、ぜひ登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。